こんにちは。今回の解説では、海外 EC における製品安全の最前線に切り込んでいきます。強系 EC でビジネスを伸ばすためのルール、今根底から変わろうとしているんですよね。これまでは、とりあえず書類を保管しておけば OK という受け身の対応でも何とかなりましたが、これからは先回りして動くプロアクティブな運用システムへの移行が絶対条件になります。早速、どういうことか見ていきましょう。ちょっと想像してみてほしいんです。昨日まで飛ぶように売れていた皆さんのベストセラー商品が、明日突然安全資料を出してくださいってプラットフォームから求められたら、最悪の場合、警告すらなくいきなり出品停止なんてことも。消費者からのクレームや当局からの突然の紹介って決して他人事じゃないリアルな悪夢ですよね。いざそういう問題が起きたとき、本当に多くの企業がぶつかるのが情報のサイロ化、つまり社内の分断という壁なんです。品質保証、海外営業、物流、法務、そして EC の運営チーム。これらがバラバラに動いていると、これ誰の責任なの？どの書類を出せばいいの？って社内が大パニックになっちゃうんですよ。その間も当然ながら出品はフリーズしたまま、売上もストップしてしまいます。そんなカオスを抜け出して EU の GPSR のような超厳しい最新ルールをクリアするためのいわば究極のレスキュープラン。それがこのプロダクトセーフティーオペレーティングシステムです。ステップは5つ。1、オウン。2、トゥレース。3、プルーブ。4、リスポンド。5、リコール。この5つの実務基盤について順番にサクサク紐解いていきましょう。まず最初のステップ1、オウン、責任を決める。司令塔の任命ですね。問題が起きてから誰がやる？じゃ遅いんです。EU の規制でもバッチリ求められている通り、事前に責任の主体、つまりコントロールタワーを明確にしておくことが全ての出発点です。そして次が2、トレース、追跡する。商品名がわかるだけじゃ安全問題には立ち向かえません。国内の管理番号から海外 EC の SKU、製造ロット、注文番号、そして最終的にどのお客様に届いたのか、これを一本の線でピシッとつなぐ双方向の追跡システムが絶対に必要なんです。被害を最小限に食い止める命綱とも言えますね。3つ目の柱は3、プルーブ、証明する。持っているだけじゃダメ、すぐに出せる状態にしておくってことですね。誰かのメールボックスの奥底に眠っている古いテストレポートなんて突然の調査では何の役にも立ちません。私たちが準備すべきなのはエビデンスパック。リスク分析、技術文書、試験報告書、マニュアルなどを製品ごとに一つのパッケージにしておいて、求められる前に完璧にスタンバイしておく。これがプロの運用ってものです。4つ目のステップ4、リスポンド、対応する。マルチチャンネルからのシグナル管理です。プラットフォームの警告とか、消費者からの苦情とか、あらゆる方向からのアラートを統一の基準でサクッと処理する仕組みが必要なんですが、ここで皆さんに強くお伝えしたい事実があります。これは対応ではありません。ただの検索作業です。どういうことかというと、問題が起きてからいろんな部署を駆けずり回って情報をかき集めるのって、もはや危機対応ではなくて、運用システムとしての完全な失敗なんですよ。だからこその事前の情報連携なんですね。そして最後の柱5、リコール、回収する。リコールは単なるお知らせではなく実行あるのみです。リコールってごめんなさいとお知らせを出すことじゃなくて、実際に在庫を止めて返品を受け付けるという実行プロセスそのものなんですよね。事故の真っ最中に一から文書を作ってる暇なんて当然ありません。だから EU の標準テンプレートなんかをうまく活用して、事前にリコールプレイブック、つまり手順書を作っておく。これでいざという時の初動スピードが劇的に変わります。ということで、製品安全は書類の保管からチームが連携して動く運用システムへと完全にフェーズが変わりました。最後に皆さんにちょっと聞いてみたいんです。もし明日主力商品の出品が止められたら、今日今すぐに対応できる仕組みはありますか？この答えこそが皆さんのグローバル EC ビジネスの未来を左右するはずです。それでは今回の解説はここまで。また次回お会いしましょう。